皆さんこんにちは。日本語ジャムの綾乃です。本日も聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語の中級者から上級者の方に向けて自然な日本語で話しています。ぜひスピーキングやシャドーイングの練習に使ってください。そして今日はスペシャルゲストでヨッシーとユウスケさんに来ていただいています。2人は私がホテルで働いていた時の元同期です。ぜひ私たちのおしゃべりを聞いてください。ではヨッシーとユウスケさん、軽く自己紹介をお願いしますじゃあ出身地と好きな食べ物をお願いしますはい、ご紹介に預かりましたヨッシーです。出身地は佐賀県の唐津市というところです。好きな食べ物はロールキャベツと味噌汁と茶碗蒸しです。おー、美味しいですね美味しいですみんな茶碗蒸しは知ってますかね。卵とだしでできた日本の食べ物ですよね、プルプルのね、プリンみたいな、ね、和風のそうですね、美味しいやつ。甘くはないんだよね、甘くはない。デザートではなくておかずというか、普普通に和食の一つとして出される日本食です。そうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございますではじゃあゆうすけさん、自己紹介お願いします。はい、ゆうすけです。出身地は愛知県の西尾市というところで、抹茶の名産地でもありますね。あとはうなぎも養殖をしていて、愛知県は名古屋のひつまぶしとかが有名な場所ですね。で、好きな食べ物は唐揚げと、あとは何だろう、チキン南蛮ちょっと似てるんですけど唐揚げとチキン南蛮が好きです。確かにどっちも鶏肉か、美味しいですね。やっぱりお寿司も好きですね。お寿司美味しい。今はニュージーランドにいるのでお寿司が恋しいです、確かにそうですね。今実はニュージーランドのクライストチャーチというところに来てまして、私は2人に会うために今回ニュージーランドに来ました。そして今日はですね、テカポコとかを車で連れてってもらいました。とっても綺麗でしたね。綺麗ですね2人はテカポコとかは何回行ったことありますか？今日は何回目ですか？私は6回目ぐらいかな、もしかしたら、それぐらいだと思います。6回目か。僕はこっちでツアーガイドの仕事をしているので10回以上来ていると思います。わあ、すごい、10回以上かすごいな。そして今この地域は星空とかもとても綺麗なことで有名で、今このポッドキャストを撮っているのが9時40分ぐらい45分ぐらいなんですけど、このあと10時ぐらいからオーロラがどうやら見えるそうでして、3人でまたドライブしに行く予定です。イエーイとても楽しみですね。楽しみ2人はもうオーロラ見たんですよね。オーロラ2回見たことあるんですけど、たまたまいつも見れるものであって、いつも見れるものではないので結構珍しい。だから、矢野もう見れるの超ラッキーだと思います。嬉しいそう、実は私はヤノっていうニックネームがあるんですよそうね、オーロラ私は人生で初めて見る予定なので本当に楽しみです。こっちのオーロラはピンク色のオーロラが見れて、カナダとかのちょっと黄緑のイメージとはまたちょっと違ったオーロラが見えるはずですねそっか、北半球と南半球で若干色が違うみたいな感じなのかな。そっか2人は今もうニュージーランドに来てからだいぶ経つと思うんですけど、何ヶ月目ですか？10ヶ月目ぐらいです。そっか、こちらの生活は日本と比べてどういうところが大きく違うと思いますか？日本の生活と比べて当たり前ですけど、もちろん全部英語を使って生活しなきゃいけないっていうところが大きな違いで、あとは、物価もニュージーランドの方がかなり高いですし、
あとそれに合わせてお給料もこちらの方がかなり高いです。普通のアルバイトでも日本の時給の2倍ぐらいはあるんじゃないかなと思います。その分物価が高いのでガソリン代とかもね、結構やりくりするのが大変かなというのが、感じている違いですかね。なんかありますか？ニュージーランドの大きさは、ニュージーランドの同じ島国でだいたい日本の4分の3ぐらいの大きさなんですけど、人口が500万人ぐらいしか住んでいなくて少ないですね。そうですね。だからやっぱりこう人の少なさっていうのも今日ここまでドライブしてきた中でも実感として感じていただいたんじゃないかなと思うんですけど本当にそうですね。なんか羊と牛はたくさん見たけど、なんか車の数とか人の数は本当少ないなって感じましたね。土地が大きくて平地が広がってるようなイメージ、すごい印象を受けました。僕らが出発したクライストチャーチも人口40万人で、ニュージーランドで2番目に大きい都市ですけど、多分日本だったら全然いろんな町でも40万人規模の町はあると思うんですけど、そんだけ人口も違いますね。いや本当そうですよね。私も最近まで東京の学校に通って働いてたんですけど、東京に行ったらもう人混みで疲れちゃうみたいな感じだったんですけど、こっちは逆に寂しくなっちゃうじゃないかレベルで人が少なくて、そこはびっくりしましたね。あとは空が広いですよね、こっち。そうですね。やっぱ高い建物が全然なくって、もうたとえニュージーランド第2の都市と言われているクライストチャーチでさえも高い建物は全然ないし、もう南の方、今いるテカポとかの辺りまで来ると、もう一面空で遮るものがあるとすれば山っていう感じですね。確かに本当山もね多くて、景色が本当に綺麗ですよね。自然が豊かっていうところはもうニュージーランドの良さですよね。綾乃ちゃん、地球を感じるって今日いっぱい言ってましたね。確かに今日5回以上地球を感じるって言いましたね。ほんとそんぐらい、なんか日本にいるとやっぱり建物、東京は特に建物ばっかりなので自然を感じるっていうタイミングがもうゼロに等しいんですけど、こっちはもう山も大きいし湖も大きいし、なんかこうやって地球というか地形ができてるんだなっていうのを体で感じました。人の手があんまり入ってないところとかもね、たくさんあって、いやすごい全然違いますね、やっぱ国によって。じゃあニュージーランドに来て一番驚いたことは何ですか？なんかありますか？ちょっとシンキングタイムですねシンキングタイム。驚いたことはやっぱりこう農業が盛んな国なので、酪農とか畑とかがたくさんあるんですけど、私たちがクライストチャーチに来る前に住んでいたベレナムというところはワインの生産がすごいニュージーランドの中でも有名なところで、びっくりしたのはもうどこを見渡してもワインのブドウ畑が広がってるっていう、もうその生産地としてその生産に特化したことをすごい顕著に知れる景色というのは結構びっくりしましたね。ゆうすけさんは何かありますか？そうですね、結構ニュージーランドの方朝方の方が多くて、カフェとかも7時にオープンして早いとこだと2時30分とかには閉まってしまったりとか、そこはだいぶ日本とも違うなと思いますし、やっぱり日本には24時間やってるコンビニがたくさんあると思うんですけど、そういったものはなかったりするので少し不便さは感じたりするところもありますね。朝方の方が多いってのはすごい感じました。日本と全然違いますね、そこも。もしだってカフェが2時半で日本で閉まっちゃったら多分誰もお客さん行かなくなっちゃうというか少ないですもんね。面白いですねあとはちょっとカフェ関連で言うと、やっぱコーヒー好き
特に日本は多分ドリップコーヒー好きな方が多いと思うんですけど、フィルターコーヒーとか、こちらはもうエスプレッソのコーヒー文化が広がっているので、エスプレッソでフラットホワイトと呼ばれるラテ、ミルクとエスプレッソを合わせたコーヒーがすごい人気で、皆さんたくさん飲まれてるなっていうのを感じますし、働いてたニュージーランドの会社でも会社の休憩室にエスプレッソマシーンが置いてあって、なんかみんな休憩中に自分でコーヒーを抽出して作ってる光景を見て、本当にコーヒー好きなんだなってのを感じましたね。会社にコーヒーマシン置いてあるのめっちゃいいですね。そう、私も今日お昼ご飯の時にフラットホワイト飲んだんですけど、すごく美味しかったですね。エスプレッソの苦みもあるし、ミルクのなんか甘さというかマイルドな感じも楽しめて、すごく美味しかったです。いいですね、ニュージーランド生活。じゃあ逆に、10ヶ月くらい住んでみて、日本の恋しいところ、日本のこれがあったらいいのになとか、日本に戻ったらこれやりたいなっていうことはありますか？やっぱり一つは日本食ですね。特にこちらだとあまり生で食べれる刺身みたいなのがないわけではないんですけども、流通量が限られているので、お寿司が食べたくなるなっていうのと、あとはうどんとかそばとか、そういったお店は少ないので、そういうのも恋しくなると思います。あとは温泉ですね。ニュージーランドも火山はあるので、北島に行けば温泉とかはあるみたいなんですけど、南島も少しはあるんですけど、生活圏の中ではあんまり温泉というのはないので、温泉に入りたいなと思いますし、家にもシャワーしかなくて湯船に浸かることができないので、温泉に入れなくても湯船に浸かりたいなって日々思っています。確かに日本人としてお風呂は欠かせないですよね。私もアメリカに留学していた時はカリフォルニアロールはあったけど、ちゃんとした握り寿司はやっぱ食べられなかったので、そこは本当恋しかったですね。日本に帰国後すぐ食べた食べ物はお寿司でした。そうなりますよね。あるあるかもしれないですね。どうですか、ヨッシー？私が恋しいのはやっぱ一番は家族と友達が恋しいなというのが一番ありますね。今の時代だからこそすぐに連絡を取り合えたりするっていうところで、心の距離は離れてはいないと思うんですけど、やっぱり対面で会ったり話したりするのとは全然違うので、会いたい時にすぐ会える距離っていうのはやっぱ離れてみてすごく良かったなって実感するのがあるのと、あとは、似てるんですけど、食事関連でやっぱり日本人として自分の口に合うレストランとかを見つけるのがちょっと難しいかなっていうところは感じています。素材の味を生かしたり単調な味付けをしたり、やっぱそういうところが特徴ではあるんですが、自分にとっては少し物足りないなと思ってしまったり、あとは時々量が多すぎて困っちゃったりとかそういうのもあるので、やっぱり自分の味覚と自分の食べたい量とか適してるのはやっぱ日本だなと思って、それを恋しく思ってます。なるほどなるほど。海外に行くと結構ボリューミーだなって思うことはよくありますよね。私たちもさっきフィッシュ&チップスを食べたんですけど、最初に私ボックス見た時に、めっちゃでかいって大きい声で言っちゃって、そんぐらいなんかそのフィッシュの大きさがすごい日本のものと比べたらもうなんか3倍ぐらい、3、4倍ぐらいあるんじゃないかってぐらい大きくて、それは確かに日本人にしたら食べきれないかもみたいなところがありますよね。そうですね。その分どこのレストランにも多くの割合で持ち帰りボックスが置いてあって、やっぱりキウイ、ニュージーランド人の人にとっても多分量が多い時があるのかなとは思うんですけど、その食べきれなかった分を残さずに持ち帰る文化っていうのはあるので、そういうところはいいなとは思います。あとなんかどっちかっていうと一品料理をみんなでシェアするっていう文化もあるのかもしれないですかね。
どうですかそこら辺。そんなことはない。まあそういう文化と、してあるというよりかは、まあそのねグループとかそのお店のスタイルとかに合わせて自由に選べたりするのが多いかなと思います。ああ、そうなんですね。あとヨッシーは家族とか友達が恋しいって言ってましたけど、ホームシックとかありましたか？ホームシックまではないんですけど、そうですね、ホームシックまではなかったです。でもニュージーランドに来てから今までの10ヶ月間の間に2回帰国したんですね、私。で、家族とか友達とかと会う時間ってやっぱ貴重だなってその度に感じてはいたので、すぐ会える距離って自分にとっては大事だなと思いました。日本にいた時も近くはなかったじゃないですか。実家と、あと私たちが働いていたホテルは山梨県っていう関東なのかな、あれは甲信越で東京寄りの場所にあったと思うんですが、佐賀とすごい距離がありますよね。ありますね。なのでやっぱその国内での遠さと、海外と日本っていう遠さは違いますか？やっぱり違いますね。時差があるとやっぱそれだけ距離を感じちゃうし、離れてるとはいえ、年に4回ぐらい帰ることはできてたので、海外と国内の距離感は全然違うなって思います。そうですよね。距離とあと気軽に帰れるかどうかっていう点ですかね。そうですね。確かにここはありますよね、やっぱ。海外に出る時の決心というか、そういうところにね影響がありますよね。ですね。今のところ、総評というかニュージーランド来てどうですか？どういうところが印象に残ってるとか。と1ヶ月弱で帰国ですかね。2ヶ月ぐらいですね。どうですか？なんか、これやりたいとか、これ一番楽しかったとか、思い出だったり、その2ヶ月の間にやりたいことがあれば、ぜひ教えてください。そうですね、僕はワインに興味があったところもあって、ニュージーランドでは少しワイナリーで働いたこともあるんですけど、やっぱりこうまだ行ったことがないワイナリーに行ってみたり、まだ飲んだことがないワインを飲んでみるってのもやってみたいことの一つかなって思っているのと、ちょっとこうイメージと違ったなって思うのは、もともとやっぱり山が美しいっていうイメージがあったんですけど、やっぱり島国なので海にも面していて、海に行くとクジラとかイルカとかいろんな海洋生物が集まっていて、一度海コーラでホエールウォッチングのクルーズに行った時は本当にいろんな海洋生物、オットセイだったりイルカ、クジラたくさん見れてすごい楽しかった思い出があるので、すごいそれは印象的でしたね。いいですね。私も実はこの旅行の間に海コーラでフェールウォッチングする予定なので、今の話聞いてめっちゃ楽しみになりました。ぜひ楽しんでほしいと思います。はい、楽しんできますヨッシーはどうですか？なんか今までの中で一番思い出に残ってることとか、2ヶ月ちょっとトピックが違うんですけど、2ヶ月以内でやりたいこと、もしあれば教えてください。そうですね、印象に残っていること結構ざっくりなんですけど、ロードトリップをたくさんしたんですね、私たちが滞在している間で。私は海外で運転するっていうこと自体初めてで、結構ドキドキだったんですけど、ニュージーランドって日本と同じ道路のルール、交通ルールがあって、左車線を走行するとか、車は右ハンドルが多いとか、そういうところもあって運転はしやすかったんですけど、一つのチャレンジでもあったので、そういうところは経験できてよかったし、少しなんかわかんないけど自信になったかなと思います。なんかニュージーランド中を自分の足でというか、車でいろいろ回る経験っていうのはやっぱ長く滞在しているからこそできたことかなと思うので、いろんなとこ行けて全部楽しかったなと思ってます。いや最高ですね、確かに車って一個のハードルではありますよね、ただの免許とはいえど、結構運転するのは
緊張しますよね、緊張するし、ニュージーランドって郊外に行くとすぐ高速道路みたいに速度制限が100キロになっちゃうので、やっぱりこう日本の街中で運転したり日本の高速道路を走ったりするのとも全然違う、もう結構ドキドキする経験だったかなと思いますね。確かに日本だと速度制限は80キロまでのところが多いから、100キロってなるとだいぶ体感速度は違いますよね。そうですね、しかも今日ね、実はトラブルがあったんですよね。あったんです。よし、じゃあちょっと教えてください。何があったんでしょうか。今回私たちはレンタカーをせずに私たちが所有している車で旅行をしているんですけれども、旅行中出発して1時間半ぐらいかな、なんとタイヤがパンクしましたね、ほんとまさかだったよね、あれはびっくりした。なんかね、ちゃんと車検とかも通って今まで何の問題もなく走ってきたのに、しかも何の前触れもなく何かを踏んだという実感もないままいきなり車が揺れ始めなんかちょっと臭いみたいなのもなって路肩に止めてみたらタイヤが後ろのね、右後方のタイヤがぺっちゃんこになってるっていうね、あれは本当にびっくりした。なんか、私は後部座席に乗ってたんですけど、急にガタ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 って車が揺れ出して最初道が悪くてガタガタしてるのかなと思ったらまさかのパンクでしたね。でもその後ゆうすけさんが早く対応してくれて、補助用のタイヤ、スペアタイヤを使って修理屋さんまで走って、なんとか綺麗なタイヤをゲットすることができましたいや本当良かったよね。よかったよね。どうなるかと、テカッポにも来れないんじゃないかってね本当、でも良かったです。安全にドライブできて1日目、終了することができました、この後ね星空も見に行くんですけど、いや良かったです。本当に運転もありがとうございました。こちらこそやってみたいことはまだ見てない。そっか、ヨッシーのあと2ヶ月以内にやりたいこと何でも OK。 2ヶ月以内にやりたいことは、私たちまだ南島にしか滞在したことがないので、北島をちょっと自分たちの車でまた旅行してみたいなっていうのと、あとは小さな目標なんですけど、さっきゆうすけも言ったようにニュージーランドってコーヒー文化、エスプレッソ文化が盛んでコーヒーを作る時のミルクの種類を選べるんですね。代替ミルクみたいな、オルタネティブミルクみたいなので、ソイミルクとかアーモンドミルクとかオーツミルクとかいろんな種類のミルクを選ぶことができて、味わいも結構違うみたいなので、違うコーヒーを飲んでみるのってニュージーランドならではの経験かなと思うので、ちょっといろいろオーダーして試してみたいなというのがあります。ニュージーランドならではのって感じで、めっちゃいいですねいやー素敵ですねじゃあ、あとそうですね、私からの質問は日本にワーキングホリデーに来ている日本語学習者の方もたくさんいるんですけど、なんかその方々ワーホリをする人に対してなんかアドバイスというかあったら教えてほしいです。アドバイスはそうですね、自分も経験したんですけど、やっぱり文化の違いとか、言語の違いとか、あとは環境に慣れるとか仕事を探すとか、いろんなハードルがあると思うんです、ワーキングホリデーって。でもその費やした時間と労力すべてがあなたの経験になってるし、無駄な時間は一つもないと思うので、それに自信を持ってほしいなと思います。自分もそれでちょっとメンタルをやられそうにもなったんですけど、今となっては本当に、全てあってこその今だなと思うので、
アドバイスというアドバイスになってるかわかんないんですけど、挑戦してることが素晴らしいということを忘れないでほしいなと思います。わあ、すごいいい言葉をいただきました皆さんね、本当ね、違う国で生活してしかも働くって、ね、留学も本当にすごいですけど、ワーキングホリデーもさらに働くっていうチャレンジがあると思うので、もうそれをねもうチャレンジしていること自体がすごいっていうことですよね。はい、そうですね。ゆうすけさんは何かありますか？メッセージでもいいですよ。メッセージとしては、ニュージーランドに来てみて日本との違いとかを感じることもあるんですけど、逆に日本に来られるワーキングホリデーの方とかは日本独特の文化に困惑してしまうっていうこともあるかもしれないんですけど、そういったところは一度受け入れてみて、ちょっとポジティブな気持ちで楽しみながら生活してみてほしいなと思います。そうですね、いいですね。メディアというかアニメとかドラマでしか、日本っていうのを知らずに来ると、実際の日本とのギャップを感じて、カルチャーショックを受けてしまったりとか、あとホームシックになってしまう方もいると聞いたことがあるので、そこは確かに事前準備はできることはもちろんしてほしいですけど、日本に実際来てから受け入れるっていう姿勢が大事ですよね。いいアドバイスをありがとうございます皆さんぜひ2人のアドバイス、メッセージに従って日本での生活を楽しんでください。じゃあなんか最後2人からありますか？言いたいこと何でも OK です言い残したこととかありますか？聞いてる人は日本に住んでる人とも限らないですか？そうですね、日本に住んでる方もいるし、日本語を、海外で勉強している方もいます。日本語を勉強している人ですね。皆さん日本に興味を持ってくれてまずありがとうございます。ぜひ日本語いろいろ学んで、いろんな日本のアニメだったり文化とかをいろいろ知ってもらえると嬉しいなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。本当そうですよね、日本語って本当難しい言語だと思うので、それを勉強している皆さんは本当に素晴らしいと思います。よしも何かリスナーの皆さんにメッセージあったらお願いしますこれからも綾乃ちゃんの YouTube ポッドキャストをいっぱい聞いてくださいめっちゃ嬉しい、ありがとうございます皆さんいっぱい勉強になると思うのでよろしくお願いしますリスナーの皆さんぜひヨッシーの言うことを聞いてたくさん私のポッドキャスト聞いてくださいはい、そして今後ですね、日本語学習者向けのコミュニティを作ろうと思っているので、ぜひそちらも参加してもらえたら嬉しいです。ぜひチェックしてください。そしたらじゃあ今日はここまでで終わりでいいですかね。はい、はい、お二人ともありがとうございました。じゃあリスナーの皆さんも拍手をお願いします。ありがとうございましたありがとうございました。はい、最後まで聞いてくれてありがとうございました。では、私は SNS の方も更新をしているのでフォローしてチェックしてください。では皆さん今日もお疲れ様です。日本語ジャムの綾乃でした。じゃあね、バイバーイ。